はい、皆さんこんにちは。 BMAX レース用のマシーン、前回はシャーシの方を組み立てたんですが、今回もうほぼほぼね完成しちゃいました。というのもね、 BMAX レースに出るかもしれないということもあって、一気にカスタムの方を進めました。こんな感じですね。ボディとかとりあえずねシャドウシャーク乗せてるんですけど、一旦仮です。もうカラーリングとかもとりあえずね適当、なんとかね走らせられる状態にしたっていう感じなんですが、今回はこのマシンご紹介していきたいと思います。今回の BMAX レース用のマシン、コンセプトの方がローラー幅狭めで乾燥率重視ということだったんで、ローラー幅を狭めにしました。取り付け穴は AR シャーシのここ 19mm ローラーを取り付ける穴、ここに 13mm ローラーを取り付けて全体の幅を狭めました。リア側も一緒ですね。チェックボックスに入れてみるとこんな感じで結構余裕があるんですよね。もうちょいね狭めたい場合は 89mm の2段ローラーとか 9mm のボールベアリングローラーとか、そのあたり使えばもう少しね幅は狭められると思います。シャーシの取り付け穴を普通に使いたかったので、プレート選びねかなり困ったんですよ。だいたいね19、13、9、この辺りのローラー穴が開いていて、19に13を取り付けると 9mm とかがコーナーとかで当たってしまうんですよ。切ってしまえば問題がないんですが、カットができないとなると使えるプレートっていうのはかなり限られてきて、今回フロント周り使ったプレートはこちらスーパー X シャーシ用のリアステー、こちらになるんですが、これはね一番外側のローラー穴が 19mm で終わっているので、取り付けてもプレートが出ないんですよ。もうねほぼねこれ一択。あとは引っかかり防止とかによく使われるこのプレート、これぐらいですね。ただバンパーで使うってなるとリアローラーステー、これの方がねスラスト角をいじれたりとか、強度的な面ビスもねこう根元で止められるので、ほぼ一択ですね。本当はねカーボンのものを使いたかったんですが、プレネでね僕がね見た時2000円ぐらいしたんですよ。で今回ね前後で3枚使っているのでプレートだけで6000円になっちゃうじゃないですか。ということでね、仕方なく FRP のものを今回使いました。ブレーキの方はこんな感じでキャッチャーで面積を増やしているんですけれども、この AR シャーシ用のなんていうパーツでしたっけ、あるじゃないですか。ちょっとねどっかに出しておきたいと思います。このパーツをこんな感じで取り付けて、そうすると結構段差ができてしまうのと、この辺マスダンパーを取り付けるビスの頭とかがあるので、この短いプレート、こちらをスペーサー代わりにしてキャッチャーを貼りました。これはねもう両面テープで貼ってあるだけですね。こんな感じで。でこの辺ね隙間ができてしまうので、この隙間にコースのフェンスが入らないようにキャッチャーを切り取って使っています。ローラーのスラスト角もちょっと甘めにしたかったので、こう見えますかね、このプレートの下側に大ワッシャーを2枚入れてスラスト角を調整しました。この辺はねコースレイアウトに合わせてきつくしたかった時はワッシャーを抜いて、もっと浅くても大丈夫な場合は大ワッシャーを入れてスラストを抜いて、そんな感じで調整してみようかなと思います。こちらもね結構悩んで、ポン付けってね難しいですよね。そういった意味ではローラーステーに使っているのはフロント同様スーパー X シャーシ用の FRP リアローラーステーというよりねもうこれ一択でした。こちらを使って、ローラーは先ほど言ったシャーシにもともとあるこちら側と後ろ側の方ですね、この穴に取り付けています。一番悩んだのがブレーキプレートに使ったのは直プレート。ここねカーボンにしようかなと思ったんですが、ちょっと僕の手持ちがなかったので現状ね FRP のものになっています。この辺はねいつか交換していきたいと思います。ここの穴にもうそのまま取り付けてるような感じです。ただこの状態だとやっぱりタイヤと
このローラーステーの間、ここにね隙間があって、よくねこんな感じでねコースのフェンスがね入って引っかかっちゃうことがあるので、こちらもフロント同様キャッチャーでこの部分に入らないようにしました。もうねこの後ろのね四角いこの部分は特に意味はないです。でこの穴位置はもうこのリアブレーキステーの穴位置と一緒なんで、キャッチャーにも同じ取り付け穴をリアブレーキステーをあてがって穴開けをしました。この位置にブレーキプレートを直プレート乗っけたので、ビスの引っかかりはねもうこれが兼任している状態です。こんな感じでリア周りはこんな感じになります。前後のバンパーが完成したら、あとはブレーキのセッティングなんですが、基本的にタイヤ径が 24mm なんで 1mm のブレーキ、さらにちょっと圧縮して薄くさせないとバンクスルーができない状態になっています。かなりねブレーキの選択肢は少ないですね。現状ねこんな感じ、結構ねギリギリなんですよ。リア側に至ってはむしろ若干当たってんじゃないのかっていうぐらいギリギリな位置になっています。微妙にねこの残しているキャッチャーがね当たるんですよね。この辺もうちょいね短くカットして当たらないようにしようかなとは思っています。今回精神性を高めるためにマスダンパーの方はわりかし多めに搭載しました。フロント側は先ほどシャーシのこことここですね、この部分に長めのビスを通して上に出して、とりあえずアジャストマスダンパー、この辺のマスダンパーの重さは走らせながら多分ね変えていくと思うんですけれども、こちらを搭載しています。サイドマスダンパーは AR シャーシ用のカーボンのものですね。この間出たやつ、こちらを搭載してあります。前側にシリンダータイプのマスダンパー、取り付けの根元部分にスリムのショートのマスダンパーを搭載して前後搭載仕様になっています。そしてリア側、上から見るとね全然目立たないんですが、ここの部分に仕込んでみました。というのもリア側こういった今回リアブレーキステーを取り付けているわけではないので、低い位置にマスダンパーを搭載できないんですよね。この直プレートはね上のローラーステーに当たってしまうので取り付けができない。かといってこのプレートの上に立てると重心も上がってしまうかなと思ったので、スーパー X シャーシ用の FRP リアローラーステー、こちらのこことここの部分サラビス加工をしてビスを垂らして、こんな感じですね、ロックナットをこちらで止まるように吊り下げ式のマスダンパーにしました。可動域はね狭いんですけれども、とりあえずはねこの状態、なんかねマスダンパーが目立たないっていうのもかっこよくていいですよね。ただ今回ねいろんなところにビス立っているので、すごいですよね。電柱がめっちゃ立ってる道路みたいな感じになっているんですけれども、とりあえずねマスダンパーは多い方が精神性が上がるんじゃないのかと思ってやってみました。搭載したローラーはフロント側が2段ローラーアルミ、リア側が 13mm のオールベアリングローラー、こちらを搭載しました。もともとシャーシに開いてある 19mm ローラーがちょうどの位置ですね。ここに 13mm ローラーを取り付けるので、左右 3mm ぐらい幅の方が規定値よりもだいたい短くなっています。ローラーの幅がこんな感じ、 97.18mm、 タミヤのレギュレーションだとローラー幅は 105mm 以下なんで、だいぶ幅の方は狭くなったかなと思います。はい、ということで今回急遽ね BMAX レースに出るかもしれないってなったんで、ど
どうせ出るなら今作っているこの AR シャーシで出てみたい。もうそうなったらね、急いで作るしかないですよね。一気にね、やってみました。搭載するボディも、ちょっと作る時間ないので、家にあったこの、シャドウシャークのイタリアンレッドスペシャルでしたっけ？こちらのものを乗っけて出たいなと思っているんですよ。ただ、もう見てください。この、ウィングがあることによって、ボディキャッチめちゃくちゃね、取り付けづらいんですよね。ただね、AR シャーシのいいところは、もうこれですよね。電池を後ろから入れることができるので、これがね、僕が AR シャーシを選んだ最大の理由なんですけれども、電池交換がしやすいと、やっぱりね、走らせられる回数っていうのもね、増えるかなと思って、その辺もね、レースだと意外にね、重要になってくると思うんですよ。限られた時間内、練習時間で、どれだけね、セッティングを変えて走らせられるか。僕みたいにね、ミニ四駆がまだね、下手くそなやつはね、とりあえずね、走らして挙動見るしかもうないですからね。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。急遽 BMAX レースに参戦するということなんで、急ぎ早に作ったんですが、もうちょいね、作り込みの方はしたかったなというのが正直な感想です。今回、レースに参戦して、実際にレースで走らして、間違いなくね、問題点っていうのが出てくると思うんですよ。そのあたりをね、また検証して、改善して、レースに参戦して、目指すは BMAX 全日本選手権ですよね。あれに僕も出場したい。というね、目標はね、高めに持って、マシン製作の方、今後も続けていきたいと思いますので、引き続き見ていただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。